インター FM 東京ミュージックレーダー、今夜のゲストは先週に引き続きなぎれんのバラッチとまゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。急にボイパ始めたよ。ちょっと BGM に合わせたくなっちゃいました。まあいいですね、すごく。だって久しぶりにボイパやったんじゃないですか。確かに電波に乗りました久しぶりに。どうでした先週はラジオ。いや楽しかった。楽しかった、いろいろ話しましたね。そうですね。やばい、楽しかったしか言ってないまあありのままの私たちをお届けできてるんじゃないかなと思います。ということで、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。このね東京ミュージックレーダーっていう番組は日本の音楽を海外へということがテーマになっているんですけれども、そんな中私たちなぎれんは今年の3月に、海外公演を行ってきました、なぎれんとしては2023年の夏に、ドイツのマイン祭りで初めて海外公演をしたんですけれども、今回は2回目ですね、韓国の、ソウルホンデで、2025日韓国交正常化60周年記念行事の、日本歌謡大会決勝大会で、特別ゲストとして出演させていただきました、日程としては3月29日にあったんですけど、場所は無審査ガレージって言ってね、割と日本のアーティストも皆さんここで韓国ワンマンをされている会場、ではありました。どうでした？どういうライブだったんですかこれはそもそも。日本語の、J-POP の曲を韓国人の方が、歌って、でそれの中で素晴らしい方々が変な言い方だから大会なんです。一般の方が参加する、日本語の曲を歌って参加するそうそれの、大会の、審査中ゲストみたいな、感じでやらせてもらいましたね。いや皆さん本当に日本語が上手で、びっくりしたよね。ほとんどもうそのまんま歌ってるような感じというか、日本人でも難しい曲やってたからね、ブリンバンバンボンもやってたし、そうだね、割とねなんていうの、年代問わずというか、最近の曲もあれば昔の往年の日本歌謡曲みたいなものも歌われてたし、あと演歌を歌われてた方もいたよね。そうだね。いやすごく皆さん上手で、やっぱりサブスクが、あるからさ、世界中の曲を聴けるっていうのがなんかきっかけになったのかなとは思うよね。だから僕らはオリジナル曲中心でステージやらせてもらったけど、とっても反応がいいというか、いやすごく良かったよね。やっぱり皆さんもともと韓国の方々っていうのはなんか反応がいいっていう話をちょっと聞いてたんですけど、すごく知らない曲でもみんな手挙げてくれたり、なんかバラードの一番終わりでみんな拍手してくれたりとかね。意外にないからね。そう、日本だと意外とないよね。なんかでも韓国の方のそのライブを聴く時の文化としてびっくりしたのは、なんかそのバラードのタイミングでウェーブをする、そうね、腕を振るのよね。手を振るのよね。そう手を振ってくれる、そのリズムに合わせて、すっごいゆったりとしたウェーブをね。あれすごい初めての感覚だったね。そうだね。でもなんかすごいちゃんとそれが多分ね、皆さんのその聞いてるよっていう、なんか一緒に楽しんでるよっていうその体現の仕方なんだなと思って、それはすごくそれかもしれない。すごく嬉しかったね。皆さん当日はさねの韓国語バージョンも披露させていただいて、その事前にその前の MC でね、まゆが言ったことを私が韓国語で翻訳してっていう感じだったんですけど、みんなもしっかり、そうじゃなくてもさ、日本語の MC でも日本語わかる人もすごいいっぱいいらっしゃるから、そうだね。そう MC のタイミングでみんな毎回反応してくれるし、なんか歌い終わった後も一緒に私たちのフラペチルの振りとかさ一緒にやってくれたりとかしてね、すごくいいライブができた気がしますね。そうだね。音楽は国境を越えるんじゃないですか。それをすごく感じましたね。いいこと言ってるんですよ。別にそんな笑わなくていいことなんですよ。自分で言って自分で笑わないと失礼しました。いや、あと当日はね、ラブワンの皆さんともラブワンというK-POP のアイドルの方々も一緒に出演されて、皆さんとも一緒に楽屋で話したりとか、ちょっとそういう交流もできて嬉しかったよね。いや楽しかったし、なんかアイドルの方々と、楽屋が一緒になるなんてことはなぎれん初だったので、もう興奮でした。私もなんでや
みんな可愛かったね。可愛かった。みんな可愛くて優しくてね。まあちょっとそういう交流もあったりなんかして、今後もねなんか韓国のアーティストの方々といろいろやっていけたらいいよね。そうだね。一緒に歌ったりとか、まあ対バンさせてもらったりとかできたらいいなと思いますね。あとまあじゃあライブ以外のこと、私たちその韓国遠征実は前入りしてみんなで、まあ、ちょっとせっかくの初韓国、ナギーレンとして初韓国だったのでいろいろまあ観光もしようなんて話もしてやりましたけど、どうでした？なんか印象に残っていることとかありますか？たくさんありすぎるんだよななかなか濃いそうだったね。小旅行になったというか、僕自身はとってもコーヒーが好きなので、もう絶対他の国に行っても美味しいコーヒーを見つけてやろうっていう感じで事前リサーチそれだけはして行って、まあなんかそこのバリスタの方というかね、コーヒーを入れる店主の方たちがみんなこうなんかコミュ力高い、すごい気さくな方々だったよね。まあその中の一人なんかも日本語がすごい、日本にもよく来られてて日本語も喋れる方で、なんか近くの美味しいお店のこととか、一番欲しい情報をねすごいくださったよね。そうだね。そんなんがもうやっぱ楽しかったし、なんかね細かいことで言うとさ、なんかあっちの人たちって靴とかバッグとかに自分でなんかオリジナルのデコレーションっていうか、ああいうの流行ってんのね。なんかね刺繍とか、なんか自分でカスタマイズできる商品が多かった。しかも街中でもね見かけたしね、誰かさんがそれに魅了されてね、2日間2時間ずつ計4時間ぐらいちょっとなんかとあるお店から出れなくなっちゃってね悩みすぎですよ。そうですね。LINE フレンズショップにかわいい、あこれもかわいい、あ選ぶのごめんねミカコ、もうちょっと待ってこれかわいい、どうしようかなみたいなね。僕とマネージャーマジ店の外で若干待ってたからさすがに長えなみたいな。でもね可愛いの買えてるね、まゆね、めっちゃ可愛いの買えたし、みんな待ってくれた甲斐がありましたよなんかそういうね、自分で作りたい、なんかそういう表現欲が高い人たちなのかなと思ったし、なんかねグッズでそういうのできたらとか、そうね、ちょっと思ったよね。なんか選んでやれる。ナギレンワッペンとかいろいろ作ったりとかしてさ、確かになんかまさにコンバースのスニーカー私買ったんですけど、そこに白い犬の刺繍をつけたりとかしたんですけど、なんかナギレーンのグッズでもね、そういうのつけられたらいいよね。いいなと思いましたね。まゆ他に何かありますか？何ですか？印象に残ってることもう一個ぐらい一応出して、もし出せたら全然出せたらでいいです。いやもう胃もたれの毎日でしたよ胃もたれエブリデイやっぱその韓国の現地の方に教えてもらったおすすめのお店が焼肉屋さん、で次の日スタッフの方が、連れてってくれたのも焼肉屋さんで、打ち上げも焼肉屋さんだったんで、いやよく食べましたよね。いやでも私はねめちゃくちゃ嬉しかったな。韓国料理を実際に本場で食べる、結構新大久保にはしょっちゅう行ってたけど昔から、なんかあんまりキムチ辛くないのね。そうなんだ。そうだね。多分ね日本の唐辛子はちゃんと辛いんだよ。日本ので作ると辛いけど、そういうことなのかね。意外にアジアの唐辛子は辛くないから、それが知れたのも良かったですよね。良かったですね。料理好きでもありますからね、あなたはね。いや食べ方を教えてもらったのがすごく嬉しくて、冷麺を最後締めで頼むときに、同じこと思った。冷麺の前に食べたサムギョプサルとかいろんな焼肉をそのまま取っておいて、で韓国の方ってよく冷麺とか麺とかをくるくるちょっからやばい、韓国語しか出てきてない。巻く切るお箸にお箸でくるくる巻いて、でそれをスプーンの上に乗っけてで食べるっていうのが割と多いんだけど、その上にさらに残しておいた焼肉を上に乗っけて食べるとめちゃくちゃ美味しいよって言われて、やってみたら本当に美味しいのね。何なんだろうね。めっちゃ美味しかった、教えてもらってよかったと思ったけど、なんかあれさ、人の前で、お肉を巻いた冷麺の上に乗せて、丸ごと一口で食べるのを、人前で口をあんなでかく開けるのが恥ずかしくて、なんか躊躇して、なんか半分ぐらいで食べてたら
なんか一口で食べるんだよってすごいスタッフの方にね言われましたね。なんかサムギョプサルとかもさ、サンチュにまとめたやつは二口で食べずに一口でいけっていうのがなんかよく言われるらしくって、日本の方って指導をしてもらいました。いや本当に美味しかったな。いろいろ教えてもらった。アパツも教えてもらいましたから、ね。アパツの仕方も教えてもらったりね、いろんなチャミスルも飲ませてもらったしな。チャミスルトルネード生で見れてマジでちょっと嬉しかったなあれ。なんかもう海外、まあそんなに数行ってないし、行った後に楽しかったなぐらいだけど、韓国はまた行きたいってすぐ思って、すごい思って、また行こうね、ちょっとナギーレーンで次ワンマンできるように頑張りましょうよ。頑張りましょう。はい、行きましょう。目指せ韓国。はい、今後のナギーレーンについてちょっとここでいろいろお話ししていきたいんですけど、その前にですね、台本にこんなことが書いてありまして、アカペラ、コーラス、ハーモニーというのがナギーレーンの大きな特徴の一つですよね。この場でちょっと一節3人のハーモニーをお聞かせ願えないですかとのことですけど。まあアカペラね、そう言われますよね、だってアカペラサークルとかの新刊のさ、そのなんていうの、呼びかけ、体一つでできますよ何もお金いりませんみたいな、その声さえあればはいアカペラサークルおいでみたいな、そういう文言じゃん。宗教みたいになってるなんかそういうね、誘い文句だったりするから、まあアカペラの特権ではあるよね。まあ実際ね、飲み会の後とかね、アカペラで歌ったりとかしてるもんね、みんな。飲み会の後で？飲み会中に、アカペラサークルとかだともう歌始まっちゃったりするじゃんそうだね、誰かリードが歌ったらすぐハモリをそう乗っけてみたいなね。どうする？やっちゃいますか？やるのかい、やらないのかい、やらないやらないんかい。やりますやらせていただきましょう。イエイ。ワン、ツー。見つめて見つめて透明なガラスのキャンバス、彩ったニュアンスからは淡い甘い曖昧、探してたい素直なままの君のパレットで真実だけ描いていくから。はい、イエーイ、いいんじゃない？はい、いや、こちらはですね、私たち去年、ダイスの皆さんが出演されたザ・ファーストテイクに、私たち一緒に出演させていただいたんですけど、その時の I Wonder という楽曲をね3人で、リアレンジして、今日今お届けしました。いかがでしたか？完全アカペラ。OK って出してくれてるわ、プロデューサーがいい感じで届けられたんじゃないですかね。はい、じゃあさて台本に戻りましてですね、ナギーレーン今後どのような活動をしていきたいですかと書いてあるんですけど、まず何よりもね、ちょっと近々リリースする曲の話をしちゃっていいんじゃないですかね。そうですね、今日発表になったんですけども、のリリースに続いて、5月の7日に、こちらこそ純然たる新曲ですね、レイニーハイウェイが、配信になります。イエーイ、ちょっと久しぶりの新曲になるかな。そうだね、ライブでこの前ちょっと披露も何曲かやったけど、ちょっと今回はそれと違う曲をまずは配信で出そうっていうことになりまして、はい、これはどんな楽曲でしょうか？ですね、今回の楽曲は、これもだからちょっと久しぶりになるのかな、外部の作家の方にちょっとお願いというか、コラボを打診しまして、神谷達樹さんという、方に作曲していただいて、夕暮れさんですね、という方に、作詞をお願いして、作った楽曲になります。なんか先にちょっとこうメロディーが上がってきて、ちょっと何曲かねいろんな方にちょっとちょっと依頼はしたんですけど、でそれをちょっと聞いてどうかなって、その中でなんかもうひときわきらめくメロディーがあって、すごく綺麗なメロディーだよね。そうなんですよ、すげえいいなっていう感じで、なんか僕とかスタッフとかが、もうこれはこれでいきたいねっていう感じになって、まずそこから始まった曲でしたね。で新体制になっ
でライブが終わって、まあ、1曲目の今回はそのあのねを出すことにもなったんだけど、まあ純然たる曲としては新曲としては、ほんと一発目ってなって、そういう気持ちだよね。結構ね悩んだじゃないですか、どんな曲出そうみたいな、そうね、言っちゃうとねちょっとこう悩み、選びかねてたところがあったところでやっとこれが来たんですよね。そうでまあ歌詞の内容とかも改めて考えた時に、まあなんかちょっとこうより自分たちのまあみんな共通してのこうルーツである、まあ、シティポップ感をちょっとまた出していきたいなっていうところで、ちょっとこう大人なね女性のちょっと失った愛の歌というか、まあ、それのワンシーンみたいなのを描けたらどうか、なんかでそこからのなんか成長みたいなのをなんかこう歌に乗せられたらいいんじゃないかなっていうことを、まあ、作詞家の方と話して、それもね一発でなんかね世界観バッチリなものがそうでしたね、やってくださって、そうだね、歌い始めから惹かれるところがあったよね。なんかねそこすごい話したの。なんかもう最初3行が勝負だと思って、なんか作ってくださいみたいな、なんちゅう要望やねんでもなんかそんな話はして、そしたらもうなんかバンとそれが、いやすごく素敵な詩ですね。アレンジ的にもなんかちょっとこう懐かしさの感じるような、そうだね、まあ、それがまあシティポップドストレートではないんだけど、まあとっても大好きな R&B のスローな感じというか、まあ、そこにちょっとこう純日本的ななんかすごい美しいメロディーと歌詞が乗って、まあ、ハーモニーもついて、かなり僕たちらしい独特な曲に仕上がったんじゃないかな。凪蓮らしいシティポップな楽曲になったんじゃないかなと思いますね。そうですね、どうですかまゆさん。そうだね、やっぱこの最初にメロディーと詩をもらった時にはもうシティポップの雰囲気で、今まで往年のシティポップの歌とかも凪蓮でカバーしてきたから、なんかそこの雰囲気がすごくあるなっていう風に思って、シティポップの歌姫と言われるような杏里さんとか松田聖子さんとかの歌い方とかも結構参考にさせてもらいました。結構レコーディングってなると私のマイクの前でなんだろう、かなり声を張ってしまうというか、本領発揮みたいな気分になって、声をもう前に出すっていうのを結構やりがちではあったんだけど、まあ、今回はそのシティポップのその聞きやすさとか、そういう部分も意識して押しすぎずちょっと弾いた歌声を結構表現として意識しましたね。そうだね、なんかまたちょこっと違う眉でありちょこっと違う凪蓮、本当にいい意味で新しい、まあ、私たちのストーリーの延長線上でありかつ新しい凪蓮をここでなんか見せられる気がして、すごくリリースが楽しみな一曲になってますね。はい、まあ凪蓮の今後についてもちょっと話したいなと思うんですけど、新たに凪蓮挑戦していきたいことありますか？それぞれ。フェスに出たいです。シンプルいやでもすごく出たいっていう話はよくメンバーでもしてるよね。2022年、23年で私たちラッキーフェスに出演させていただいたんですけど、まあちょっとメンバーの変遷とかもあったりして、まあそれ以降まだ今フェスには出られてないので、この3人になってのフェスっていうのはちょっとやりたいよね。正直そのアカペラでそのフェスに出るっていうのを結構目標にしてやってきて、でそれが実現して、したけどなんか音圧とか、なんかその表現の部分でちょっと限界を感じた部分もやっぱりあったから、なんかそこをその新体制になっての私たちでフェスに出るっていうのは一個目標かなと思ってます。そうですね。
バラッチは何か目標あります？そうっすね、なんか僕昨日たまたま知り合いのミュージシャンの人と飲んでて、すごくナギーレン空いててくれてる人なんですけどライブも来てくれて、なんかその人と話してる時に、バラッチさん、もうめっちゃ酔っ払ってるんですよ聞きました、 LINE 来ましたバラッチさん楽器入れてライブやってくださいよいやそうベルマインツというバンドのねベースの前田さんという方が結構言っちゃっていいんかな、いいんじゃないナギレン前に一回対バンしたこともあって、そこからね今日いろいろ交流があるんですけど、そう言われました。私も楽器入れてナギレン聴きたいって、なんかね、なんか僕もそれもなんとなくやりたいと思ってたけど、なんかやっぱその言ってくれるにはこう3人のなんかその生の倍音の感じっていうのと、だからそれが今ライブだとトラックで分かれてるからの良さもあるんだけど、そこに生の楽器のその倍音感っていうか、それが全部一体になったサウンドを聞いてみたいって言われて、そういうこと言ってくれて嬉しいなと思ったし、いきなりフルバンドっていうのもね難しいと思うんだけど、なんかこう、段階的にっていうとちょっとこうあれですけど、なんかそういう挑戦もやっぱりしていきたいなっていう、そこでちょっとこうよりライブが楽しくなるようなことを、それはちょっと考えていきたいなとか。わー、やっていこう、やっていこう。個人的な今後の目標とかあります？別にもちろん音楽じゃなくてもいいですけど。なんだろう案外ない人たちいや私はなんか今までいろんな音楽を聴いてきたけど、でもやっぱりバンドが大好きで、なんかそういうそこでロック系の歌とかは結構J-POP とかもすごい得意だけど、なんかよりグルービーなサウンドに乗せた歌とか、そのボサノバみたいな、なんかすごくささやくような静かな繊細な歌声とか、なんかそういういろんな音楽に交わえるような、なんか歌唱をもっと身につけたいなと思ってて、すごいアーティストになります宣言しました、ここでいいじゃないですか。やばいいやでもなんか私も似たようなことというか、ナギーレンでずっとやってきてて、私たち対バンライブとかもね昔やってたことがありましたけど、やっぱりいろんな音楽に触れていく中でもちろんまだまだ知らないこともいっぱいあるし、でこの数年で国境も越えたことでさらになんか今まで以上に意欲が湧くというか、もっとなんかそのなんていうんだっけ、かゆいところに手が届かないみたいな、届かない、届くかゆいところに手が届く歌声をしていきたい日本語大丈夫かなめちゃくちゃ面白くないそんなかゆいところに手が届くアーティストになりたいの歌声のなんかなんていうの、すごいシンプルに言えば、もっといろんな引き出しを増やしていきたいっていうのもそうなんだけど、そのバンドねスタジオライブセッションしたりとかでそういう経験もあったことで、余計なんかその他のアーティストの皆さんとのコラボみたいなのをもっとナギーレンでもそうだし、そのボーカリストミカコとしても増やしていきたいなっていうのはすごく思って、なんかそれによってまた得られるものもたくさんあるし、最近ナギーレンでねいろんな方のアーティストのライブを見させていただいたけど、それでまたさらにやっぱここでなんかナギーレンでこういうコーラス入れたら面白い、勝手にね思っちゃってる、これ入れたら面白そうだなとか、ここで私だったらこういう風になんかこういうのも入れてみたいかもみたいなのがいい感じにどんどんなんかアンテナが出てきてるなっていうのを最近すごい自分で感じてて、なんかもっとそのスプレッドしていきたい、広げていきたいなっていうのは私もすごい思いましたね。そうだね、なんかこの個人としての活動の幅っていうのも確かに広げていきたいなとは思うね。私はなんかミュージカルがずっとその幼少の頃から好きだから、ミュージカルに出たいですね。いいですね、本当に、バラッチはどうですか？僕はここ 1,2 年だからこのグループのトラック制作とかもずっとトラックはやりたいと思って、アカペラのアレンジとか、そこでの制作が大変だったので、やれてなかったんですけど、そこにやっと挑戦できるように
なって、やっとちょっとなんか面白さが分かってきたし、こだわりたいポイントとかが分かってきたので、それをちょっとより追求していきたいのと、なんかもっとこう僕はライブでかっこよく動きたいので、ダンス練頑張りたいですいいですね、頑張っていきましょう、はい、ちょっといい感じに、それは私も頑張りますナギレンのねライブ結構ハーモニーだけじゃなくてトラックに合わせて気持ちよく動いたりとか、そこも私たちの小さいけど大きい目標だったりして、それが3月8日のワンマンで結構ねなんかいい方向に行けるかもみたいな、そういうの肌感的にもねすごくあったから、なんかそういう動きが伝わるなってことがすごく分かってきたよね。なのでちょっとそっちもねグループとしてもそういう風にライブを発展させていきたいですね、でそんなライブのお知らせがまだありますよね、私たちね。はい、5月1日ですね、はい、新宿フェイスというところで、新宿ミュージッククルーズという音楽イベントがありまして、2日目になるんですけれども、それにナギーレン参加させていただきます。はい、同日に古内東子さんと、あと私たちも親交がある、千尋ぺさんも一緒に出演させていただきますね、オープニングアクトにひまさんが出演されますけれども、すごくいいライブができそうじゃないですか。楽しそうだと思いますね。ちょっとワクワクですね。皆さんぜひ、5月1日新宿にてお待ちしております。はい、たくさんお話聞いていただきましたが、いよいよ、もうお時間ということで、皆さん TMR をお聞きの皆さん、ナギーレンをこれからもよろしくお願いしますよ。お願いします。頼むゲストはナギーレンのバラッチとマユでした。ありがとうございました。ありがとうございました。